何これ、ダサくない？ちょっとレッツゴー。ダサ。はい、皆さんこんにちは。車の大山カカカシルッピーです。今回はね、このね5種類のコーティング剤を屋根に施工して撥水性能を見たんだけど、それから約1ヶ月経って、今どうなっているのかっていうのも見たいんだけど、それよりね、今回やんないんだけど、こういうキラサク EX と、あとスマートミスト EX、 こいつらをねちょっと買っちゃって施工するところがないと。そうなったらあの屋根をちょっと一回リセットしたいなと。だったらこの以前施工したコーティング剤の現状、1ヶ月経った時の撥水性能だったり、あと汚れの感じとかをちょっと見ていきたいなと思っております。で洗車なんだけど、この1ヶ月の間に屋根は1回か2回ぐらいカーシャンプーでパパッと洗ったぐらいかな。で最後に洗ってから1週間以上は経ってるかな。なのでそこそこ結構汚れてると思う。でこの撥水性能が各コーティング剤によって違かったので、例えば雨降った次の日のこの水滴の残り、今多分ねポツポツなってると思うんだけど、そこの違いとかも出ると思う。でどういう風に違いが出てるのかちょっと気になるので、そこら辺重点的に見るのと、あと水をかけた時の撥水性能まだ残っているのかっていうのと、あとカーシャンプーで洗ってみてね、汚れは簡単に落ちるのかで、その後の撥水性能っていうのを見ていきたいなと思っております。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら準備ができたので、洗車前の屋根の状態をちょっと見ていきたいと思います。汚な、こんな感じ。どこに何を施工してたか覚えてますかね。ここは一番奥ゼロウォーターで、手前ゼロドロップで、左 CC ウォーターゴールドで、奥スマートミスト、左キラサク GP で、手前ミセコっていった感じになりますね。パーッと全体的に見てどうですかね。なんか違いあるかね。僕が見た感じは、ここゼロウォーターとゼロドロップの違い。ゼロウォーターはどちらかというと水滴、やっぱ疎水浸水系だから水滴の跡っていうのがあんまりないような気がする。で手前ゼロドロップは撥水なので、こういうポツポツ水滴の跡っていうのが結構ついている。でこれと撥水性能が似てたこっち CC ウォーターゴールド、これもねすごい似てる、水滴の跡のつき方がね。で奥スマートミストはどちらかというと疎水っぽい感じも入っていたので、水滴がちょっと大きくて形がいびつです。で気になるキラサク GP、 ここねやっぱね撥水性能が強い、水滴が輝いて見えるっていう表現を使ったんだけど、それがやっぱレンズ状になっちゃったのか、一番色が濃い白っぽくなっちゃってるね。汚れ的にはすごい一番目立つんじゃないのかな。で目立たないところは今のところゼロウォーター、今からちょっと洗ってみないと何とも言えないので、実際にねちょっと水をかけてどんな違いがあるのかっていうのを見ていきたいと思います。ちょっと一応水の用意ができたので今からかけていきます。ホースとカメラ持ちながらって結構大変だね。いきます。やっぱ撥水はしてんね、キラサク GP 相変わらずで、その他すごい車体がね熱くなっちゃってるね。ちょっと冷やそう。 OK、 水をかけました。まずゼロウォーターから。若干水は引いてってないね、浸水っぽくなっちゃってる。で手前ゼロドロップ撥水してます。で CC ウォーターゴールドも撥水してるね。ちょっとね撥水能力っていうのは落ちてるんだけど、こっちのミセコと比べると明らか撥水します。でスマートミスト、浸水と撥水のところがあるね。効果的なところで言うと落ちちゃってるね、若干。どれも弱まってはいる。でキラサク GP、 これも撥水残ってますけど、最初と比べると若干劣ってるかな。
こんな感じ。OK、こんな感じだね。とりあえず現状は撥水性能は落ちてるけどまだ残ってるっていう感じかな。ちょっと洗車をしてみて最後汚れの違いみたいのをちょっと見てみたいと思います。そしたら洗っていきます。で、注意点はちょっと日が出てるのでしっかりボディを冷やす。 OK、 そしたら洗っていきます。で、それなりに早い段階でこの泡っていうのは落としてあげる。このシャンプーがね一番シミになりやすいので、あれなんか変わった？ちょっと他の部分も一気にやっていきます。OK、洗車終了。そしたら続いて拭き上げを行っていきます。 G 音、一応屋根見ながらやるかな。よいしょ。ほんとこれ楽なんだよな、この拭き上げ屋根やるときで。重いからこの段差とかもねちゃんと引き上げてくれる。ちょっと上のとこもうほぼほぼ、やっぱすごいね、イオンデポジット的な鱗っぽいのが。でパッと見は綺麗になっちゃうんだよね。ざっとこんな感じ。最初に比べると砂ぼこりとかも取れてるのですごい綺麗になったような感じがします。感じがするね。もう全然最初よりは全然いい。洗車だけでね綺麗になったなっていう感じするんだけど、これもねガラスと一緒で、例えばスマートミスト、ここに濡れたタオルを置きます。ちょっと雑になっちゃったんだけど片手なのでちょっと許してください。これを引くと分かった？今濡れた部分、鱗がねすごい残っているんです。これはやっぱ落ちきらない、どれも。で、鱗に関してはどうだろう、僕が見た感じはやっぱり最初と一緒で平作の撥水が一番目立つかなっていう感じ。その他の例えばここなんだっけ、 CC ウォーターゴールド、大きい粒じゃないからほんと目立たない。こっちのゼロドロップもそうだろうね。ゼロドロップとか綺麗だね、思ったより。けど奥平作 GP、 ここやりにくいね。こことかはいきます。結構ね大きめな斑点が残っちゃってるので、これはちょっと落とすのも大変かもしれん。その辺はちょっと今後またね他のコーティング剤をやるときにでも落ちるのか落ちないのか見ていけたらいいかなっていう感じです。はい、といった感じで動画の方以上になります。結構ね分かりにくかったかもしんないんだけど、どうだろう、最初に見えたあの白い斑点分かるよね。最初洗車する前の汚いやつ、あれがそのままウォータースポットとして残っているような感じかな。どれもね正直そのウォータースポット的なやつは残ってしまいました。そこまで綺麗にカーシャンプーで落とせることはできない。これはねもうしょうがないことなんだけど、その中でも一番ウォータースポットができてなかったのは個人的にはゼロウォーターかな。あとゼロドロップ CC ウォーターゴールド、この辺はその撥水が細かくて目立たなかったけど、この2つ平作 GP はやっぱね撥水がすごすぎるせいか結構濃く残っちゃってたかな。簡単に落とせるのかちょっと今後やってみないと分かんないんだけど、正直な感想で言うと、残ってしまっていました。これはね撥水が強いゆえにだと思うんだよね。ほんとそれほど撥水がすごいっていう感覚なんだと思う。あとスマートミストの方はこれやっぱね疎水と撥水のちょっと中間だから引ききらないし残っちゃうしみたいな感じで、そこそこ大きいね水滴が多分屋根に乗っかってたんだろうね。だからね大きいこのウォータースポットっていうのがちょっと若干目立っちゃったかなという感じになります。これもねなんだろう、その状況によっても違うし、例えば、昼間に雨降ってすぐピーカンになってなると今回みたいなああいうウォータースポットができやすかったりするんだけど、今回は特別ひどい状況だと僕は思いますけど、実際に何かテこ入れしたわけでもないし、
僕の普段通りの洗車で、今回久しぶりにやった結果ああいう感じ、ほんとなんだろうな、リアルな映像になると思います。なので僕は皆さんに判断してもらいたい、どれがいいのかっていうのをね。僕がどれがいい、あれがダメとかそういうわけではないんだけど、こういう結果になりましたよという感じになります。はい、で次はね、あれを落とす動画もできたらいいかなと思いつつ、次の撥水コーティングね、こうルックとかもありますし、バリアスコートもね皆さん気になったやつあるので、この辺ご紹介しつつウォータースポットを落としつつみたいな感じかな。これからもねどんどんちょっといろんなものを試していきたいと思うので、もしよかったらチャンネル登録とあと高評価お願いします。それではまた来週。いやい、狭い、戻りたい、やばいした。